新鮮な青森県大間マグロゲットしました。それでは今から日本一の豪雪地酸ヶ湯温泉へ出発します。はい、ちょっとパーキング入ります。トイレ付きのパーキングに停まりました。ここまで大間から出発して約120キロ走行しました。本格的に険しい山道に入っていきます。平地とは全然状況が違います。これ駐車場の壁なんですけどえぐいですね。自分の身長ぐらい雪積もってます。車の高さ近くありますね。これ2メーターないぐらいなんで1メーター90センチってどこでしょうか。これすごいないですか。トイレなんですけどもう屋根から落ちた雪でここ埋まってます。で入り口だけ除雪されてます。さすが青森県ですね。この先がちょっと不安になってきました。現在の外気温はマイナス2度です。背丈ぐらいの横の壁がずっと続きます。これすごいですね。どうやらレベル違いの豪雪地に来てしまったようです。このマイクロバカンチェスはピクシスバン 4WD のクルーズターボです。でこれパートタイム 4WD なんで自分でボタンを押して切り替え式になります。でもうずっと今回は青森入ってから4区です。普通の路面では2区で走らないと結構ダメージを食らうみたいです。この辺ぐらいから標高が上がってさらに積雪増えてます。もうポールがギリギリ見えるぐらいまで積雪増えてきました。怖いんですけどちょっとなんかワクワクしますよね。でここ国道なんですよね。なんでしっかり除雪もされています。今看板で酸ヶ湯から先は冬季通行止めと書いてました。酸ヶ湯温泉の先は行けないんですね。うわーすごいな。ここですね。ちょっと駐車します。おおすごい。はい、駐車完了しました。めちゃくちゃ積もってます。ちょっと後ろ見えなくてぶつかってますね。これ雪の山にぶつかっちゃいました。ちょっと前に移動します。少し前にしました。こんな感じでマフラーが刺さったとは分かります。マイクロバカンチェスのリアなんですけどもうね全然見えなかったんですよね。こういうことだったんですね。ワイパーがもうこんなにも一瞬で積もりました。これ短時間でも結構積もりそうですね。こっちもワイパー立てときます。いやーすごいな。これ除雪されて積み上げられたこの雪の量なんですけど2メーター超えてますね。さらに雪が増えてきました。あれ見てください。よくテレビのニュースで見るやつですね。酸ヶ湯温泉の積雪量を取材されてます。さあこの冷えた体を温泉で温めます。リアの着替え取りたいんですけどこれ開きますかね。おいけた。このシュラフの下に着替えがあります。もう一瞬で雪が入ってきてしまいます。もうパッと取ります。さあお風呂セットと着替え。雪まみれになっちゃいました。よしもうこのまま行きましょう。結構車はね止まってますね。やっぱり人気の温泉地です。ここがよくニュースで見る酸ヶ湯温泉なんですね。この高さすごいですね。屋根から落ちてきて2メーター積もっています。テレビ局の人はもうインサートたくさん撮ってますね。ちょっと自分は寒いんでもう温泉入ります。いやーすごい。これはもう本当すぐそうなりそうですね。はい、それでは入ってきます。
自販機がありますね。ここで温泉のチケット買うようです。混浴と男女女湯なんか分かれてますね。じゃあ混浴行きましょうか。はい、大人1枚。はい、じゃあ行ってきます。せっかく日本一の豪雪地に来ました。ここで車中したいですよね。一回交渉してみます。すいません、お忙しいとこ失礼します。ちょっと自分 YouTube でキャンピングカーと車中泊のこういったチャンネルをしてるんですけど、日本一の豪雪地ということで、ここの一晩泊めて、どのくらいで、いくらかってちょっと撮りたいなと思ってるんですけど、で車の中にいるってこと？一応埋まっても窓開けて暖房が取れる。おしゃれだったら上、除雪入ってますよ。本当ですか？でうちの従業員の車も止まってますよ。本当ですか？すいません、ありがとうございます。ちょっと行ってみます。ありがとうございます。はい、なんとですね、特別に従業員さんが止めている駐車場、除雪終わったんで、そこを車中泊してもいいということでした。今回特別に許可ということで、スカイで車中泊させていただきます。うわ、さらに雪深くなってきました。で、暗くなってきましたね。はい、戻ってまいりました。フロントウィンドウがなんかもう一瞬で見えなくなってます。これ凍ってますね。中があったかかったからちょっと溶けて凍ったかもしれません。さあ、一旦荷物入れます。はい、じゃあちょっと移動します。なんかもう固まって取れないですね。ちょっとすぐ横なんで一旦移動します。ここですね。すごいすごいところにあるな。除雪されたばっかしなんですけど、もうすでに結構積もってます。辺りは真っ白です。これすごいな。もう遭難してるみたいです。従業員さんの駐車場やホテルのバスはここにあります。その横に止めさせてもらいました。この車すごいですね。もう何も見えなくなってます。いやー、すごいなこれ。壮大な景色です。もう本当になんか遭難した車みたい。もう一瞬でまだ積もってきました。せっかくなんでこのフロントウィンドウのカバー試してみます。まずその前にこれもう取らないといけません。まず綺麗にします。はい、こっち側も綺麗にします。はい、じゃあワイパー下ろしといた方がいいですね。ちょっと今日まだ風が吹いてないで設置待ちです。はい、じゃあちょっと引っ張って再度調整していきます。はい、結構ピンと張れましたね。
いただきます。はい、今ねちょっと YouTube でニュース見てたら、この酸ヶ湯温泉乗っていて、積雪が今日308センチ、3メーター超えたようです。標高が約890メーターとそんなに高くないんですけど、積雪の環境が整ってるんでしょうね。水蒸気を含んだ海風もよく当たり、酸ヶ湯温泉のある八甲田山は1584メーターとかなり標高もあります。山に風が当たってたくさん降るんでしょうね。いやー、しかしずっと雪降ってます。天気予報見ても酸ヶ湯だけずっと雪です。とても静かで不気味なんですけど、車内にいれば安心です。こんなアホな企画許可してくれた酸ヶ湯温泉の従業員の方には感謝しかありません。そして肝心の温泉なんですけど、もうすごい良かったです。昔は歯科湯という温泉だったらしいんですけど、お湯の酸性が強くて酸ヶ湯に変わったそうです。自分ちょっと手にかいた跡があって、ちょっと赤いとこあったんですけど、そこ確かにチクチクしてちょっと染みました。毛がある方はかなり染みると思います。その代わり傷の癒えは早そうですね。今現在のここの気温がマイナス8度で、今日はマイナス8度が一番最低気温ですね。車のサイドブレーキ凍る可能性ありますんで、パーキングに入れて輪止めだけしています。そしてキャンピングカーのサブバッテリー残量なんですけど、今日も結構走行して溜まってると思います。現在は 12.8V ですね。やっぱり残量計欲しいですよね。とりあえず 12.8V で調べるとだいたい 75% ぐらいですね。車中泊のこのセッティングマットなんですけど、今回3日目にしてずっとここマットなかったんですけど、このリアのマットだけもつけました。ここは行くことがなかったんで、ここはね結構足下ろしたりします。でここなんですけど、この下に収納できるんで結構便利でした。一旦ガスボンベやセラミックファンヒーターを置いてます。ここのマットはずっと取ってるままで使おうかなと思ってたんですけど、実際に使ってみないと分かんないもんですね。今のところこれが一番便利かなと思います。トイレなんですけど、ここの駐車場はトイレありません。で従業員の方に聞いて、歩いて温泉まで行けばトイレは使わせていただけるということなんですけど、暗くなってかなり怖いと思いますんで、この折りたたみのトイレ、こちらをこんな感じで広げて、でゴミ袋をかぶして、で凝固剤で固めることができます。こちらまだ使用してないんですけど、いざという時はここのスペースですね、ちょうど設置できますんで、もしかしたら使用するかもしれません。できるだけ使用しないようにもう早く寝ると思います。さあお腹空いたんで、それでは晩ご飯いただきます。今日はもう楽しみにしていた大間のマグロですね。買いました。本マグロです。直売店で購入した大トロです。なんとこれ今日取れたばっかしだそうです。この量すごいですね。とりあえず刺身で食べてみます。すごい脂の乗りようですね。ちょっとわさび忘れちゃったんですけど、もうこのままいただきます。ご飯ありますんで、これレンジでチンしてマグロ丼にします。相場下のインバートのスイッチをつけます。これで大丈夫ですね、使えます。こちらもかけていただきます。で醤油とポン酢もあったんで半分ずつかけていただきます。もうマグロが多すぎて2層になってます。かなりの量の大トロです。ではいただきます。まずはやっぱり醤油からですかね。
ごちそうさまでした。青森県大間のマグロ、その日取れたマグロをこの積雪日本一のスカイで食べる贅沢、とても満足しました。はい、じゃあご飯の片付けしていきます。といってももうこれラップ取るだけ、これで完了です。やっぱり電子レンジめちゃくちゃ便利ですね。あったかいご飯がすぐにいただけるっていうのはすごい幸せです。しかも洗い物も出ない、車中飯にはほんとぴったりです。ゴミなんですけどね、今回マグロのパックがありますんで、ちょっと匂いがしてしまうかもしれません。なのでこの防臭袋に入れておきます。やっぱり魚はね結構匂いしますんで、この防臭袋に入れておけば全くしません。昨日キャンプ場でゴミ全部処分したんで、今車には全くありません。でここの下ですね、ちょっと隙間ありますんで入れておきます。このマイクロバカンチェス3日間車中して思ったのが、やっぱりゴミの場所がないですよね。収納はある程度あるんですけど、冷蔵庫も大きいんですけど、一旦置いとくとこがありません。助手席の足元とかはね結構スペースあるんですけど、今回雪の車中ということで雪のアイテム、除雪アイテムがたくさんあります。どこかソファーの下1個犠牲にしてゴミ箱にするか、あとは冷蔵庫ですね。これすごい大きいんで、本当にどうですかね、4人分ぐらいの2泊3日の車中泊の食材入れられるぐらい容量があります。そしてここテーブルとして使っている時にやっぱり冷蔵庫取り出しにくいなと思ったんで、もう例えば前にもうこの冷蔵庫の半分ぐらいの容量の冷蔵庫を置いてもいいなと思いました。この辺ですね、ここに縦型のやつとかですね、いいかなと思いました。そうするとここ空きますんで、半分ぐらいもうゴミ箱のスペースにしてもありかなと思いました。この辺はこの納車車中生活終わってから使いやすいように改善したいと思います。で今日なんですけど、実は12月の24日クリスマスイブです。というわけでささやかなおっさんのクリスマスパーティーしたいと思います。いただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。夜中にいちごのショートケーキ食べたら気になる年頃ですが、今日はクリスマスなのでいいですよね。ガスヒーターが消えました。1本ちょっと消費しました。もう窓閉めて電気ヒーターに切り替えます。はい、準備できました。今日もこのナンバーのシュラフにロゴスのシュラフ二重でいきます。このダウンパンツとルームシューズ、こちらも履いたまま眠ります。この電気で動くセラミックヒーター、やっぱり直接当たってるとかなりあったかいです。この部屋全体を温める力はないんですけど、温風が直接当たる位置でしたら結構使えます。それではもう寝ますんで、こちらも切っておきます。あ、インバーター
AC コンセント挿すところがこのマットの下にありました。なんで一旦取らないといけないですね。ちょっとこれめんどくさいんで、また延長コードなどでこちら側に出しといた方がいいですね。はい。でサブバッテリーは現在 12.2V ですね。12.2 はだいたい 55% って感じですかね。鉛バッテリーの劣化を防ぐために 50% 以下を使わないとすれば、あと15分ぐらいで 50% 切りそうなので、もうこの辺で使用をやめておいて正解でした。そして自分、電気ですね。ちょっとつけて寝たいんですよね。やっぱり人がいるっていうのをなんとなく周りには伝えておきたいなと思います。今日はマイナス8度まで外気温は下がりますんで、このカセットガス、明日の朝冷えて使えない可能性ありますんで、こちらのお弁当ウォーマーで温めておきます。一番最低の温度30度に設定しておきます。あ、これリアのカーテンなんですけど、これ凍ってカーテンくっついてます。凍ってますね。やっぱり電気ストーブ切るとすごい急に寒くなってきます。もうこのシュラフ入ったら一瞬で寝落ちしちゃうんですよね。なんでこのガスヒーターは怖くて使えません。昨日初めて青森県に来て2日経ちました。かなり車尺旅に向いてる県だと感じました。まず自然が豊かで無料キャンプ場や海沿いの駐車スポットが結構見つかりました。そして大間の最北端や今いる酸ヶ湯の積雪日本一など特徴のある面白い場所が多いです。今日通った下北半島は恐山があるし、津軽半島もある。今回は明日も秋田県へ行く予定ですが、青森県は1週間ぐらいかけてゆっくり車尺で回るのも面白そうです。とりあえずは明日の朝、酸ヶ湯の雪どのぐらい積もってるでしょうか。今トータル3メーター超えてますので、道路の壁さらに高くなってそうです。おはようございます。ぐっすり眠れました。シュラフの中はポカポカですごいあったかいんですが、もう外に出るとかなり寒いです。現在車内はマイナス 4.2 度ですね。やっぱり北海道のマイナス20度を体験するとマイナス4度ぐらいは意外と平気になります。ただマイナス4度でも冷蔵庫の中で寒いですもんね。カセットガスはお弁当ウォーマーで温めていました。あったかくはないんですけど、もうキンキンに冷えてはないって感じですね。じゃあこっちのノーマルの方確かめます。はい、一発でつきました。やっぱりお弁当ウォーマーかなり有効ですね。あったか、このカセットガスは一瞬であったかくなるのがいいですね。ガラスはもうカチンコチンに凍ってます。この結露が下に垂れた結露も凍ってますね。これ窓開きますかね。あ、なんとこっち側ちょっと昨日気づかなかったんですけど、このウェザーストリップが外れています。窓を少し開けていってその状態で凍ってしまって、窓閉めた時にそのまま上がってカパって外れたっぽいですね。こんなことになるんですね。ちょっと一回このまま開けてみます。窓開きましたね。良かったです。少し車内が暖かくなって氷が溶けてきたようです。あ、前の道路除雪車が入ってますね。これで帰ることができます。ありがとうございます。今前の道路は国道なんですけど通行止めになっていて、朝の8時から夕方の6時まで通行可能です。なので一度登ってくると夜中は下に降りることができません。いや、すごい世界ですね。こっちの窓も少し溶けてきてます。車内が暖かくなったんで凍った結露が溶けてびちょびちょになってきました。軽くタオルで拭いておきます。
運転席側、このパワーウィンドウのとこ濡れちゃってます。この靴のトレーンとこれ雪ですね。昨日入ってきた時に入った雪がまだ溶けていません。そのぐらいずっと車内が寒かったということですね。で、特にこの下のところですね、冷気がかなり入ってきます。なので下はかなり寒いと思います。いずれ一回帰ってから下に床断熱とかしたいですね。いただきます。このお座敷スタイルも好きなんですが、やはり長時間こうやって膝向けていると疲れてきます。なので伸ばしたくなってきます。ここのマット1個で外れますんで、こんな感じで気軽に足を下ろせるのもこのマイクロバカンチェスのいいところですよね。この後部座席セカンドシートを取り外したことによるメリットは、1人や2人での車中ではかなり大きいですね。立てないというデメリットはもちろんあるんですけど、中腰にはなれます。そしてこの軽自動車を1人で使う分でしたら十分車内で過ごせるスペースがあります。実際今回の納車車中生活で寝ることもできたし、食べて料理もできました。あと強いて言えば、なんかこの辺にテレビとか置いて娯楽もあってもいいかもしれません。暇な時ゲームしたりとかね、そんなんもいいと思います。で、自分的にはここにですね収納とかできるんですけど、将来的にここ 12V の薄型クーラーつけたいなと思ってます。そうすれば夏も風を浴びて車中泊することができます。もしくはこの助手席の上ですね、ここだったらスポットクーラーつけることもできます。ただその場合セッティングの用意がありますんで、このカセットガスを用意する手間よりかなり時間がかかります。はい、コーヒーも飲んだんで外の様子見てきます。すごい、もう結露凍ったのが溶けて、ここ水浸しになってます。こっち側も結構濡れてます。もう全ての窓結露が溶けて氷が水になってびしょびしょになってます。下の方カセットガスヒーターあったかいんですけど、結露の氷が溶けてびしょびしょになっちゃいますね。でもやっぱりあったかさには変えられないんで、こうやって拭くのが一番いいかなと思います。やっぱりこのまま座ったまま靴履けるの本当楽です。で、この間に絶対息入ってきますんで、入って濡れたらかなりテンション下がりますんで、こちらでカバーしておきます。壁がすごいです。向こう車止まってるんですけど、車3台分4台分ぐらいの高さあります。フロントウィンドウはこのフロントカバーのおかげで積もってないですね。ただこれちょっと取り付けるのが大変なんで、また改善したいと思います。カーテンをねしまい忘れてたみたいでちょっと出てるんですけど、それがもうカチンコチンに凍ってます。これ溶けるまで待つしかないですね。昨日の晩の積雪はスカイにしてはそんなに多くなかったんですが、やっぱり寒さがありますんで完全に車が凍結しています。で、こちらの窓もそうなんですけど、カセットガスヒーター車内あったかいんで、熱で溶けたのがこうやって凍っていく感じになります。これ開けるの厄介ですね。ドアをここの駐車場一周できますんで、ちょっとぐるっとしてみます。この駐車場の周りに竹みたいに刺さってて、先一歩ちょこっと出ています。こっちに関してはもう積雪すごいですね。竹の先一歩しか見えてません。もう自然に外壁ができてるような感じです。ここ本来は道になってるんですかね。もう雪で通れなくなってます。除雪来ましたんで車のけます。これは楽ですね。もうあとちゃちゃっと振り落とせば出発できます。うわーすごい、あそこに雪を積み上げていってます。こうやって壁拡張してるんですね。すごい。これ横の壁を投げ出していって、でこっち側に積み上げていってますね。こうやって僕たちが道を通れるようにしてくれてるんですね。本当にありがとうございます。今道広げてくれてますんで、少し待ってから脱出します。これもこのぐらいの積雪ならそのまま走っていきそうですね。はい、着きました。
はい、除雪の終わったエリアに止めました。すごいですね、ここ。もう車とほぼ同じ高さまで雪が積もっています。で、この後ろの壁なんですけども、さらに高くて、ここは2メーターですよね。で、この2メーターより、もう上が見えないぐらい高いです。さすが積雪3メーターですね。これもふかふかで、背もたれもありますんで、もうソファーのように座れそうです。はい、じゃあこの車内で雪の壁見ながらご飯いただきます。焦がし醤油の香ばしい匂いが食欲をそそります。マグロカット失敗しちゃいました。そろそろナイフを研がないといけませんね。いただきます。ごちそうさまでした。それでは酸ヶ湯温泉名残惜しいんですけど出発します。このフライパンだけ汚れていたら拭かないとダメですね。どうでしょうか。あ、ちょっとこびりついてますね。少しだけこのフライパンシートは水分などは通すようです。これちょっと魚の成分と醤油成分なんで入念に拭いておきます。こっち側だけ汚れてるかなと思ったんですけど、こっちが見えないところも少し汚れてました。醤油が垂れてました。フライパン黒なんで汚れ目立たないんですけど、拭いてみると意外と汚れてるもんですね。でもこのフライパンシートのおかげで簡単に掃除ができました。このアルミホイルですね。こちら側だったら水は通さないんですが、たまに破けるんですよね。なので料理によって使い分けていきます。これで走行できる状態になりました。こちらの収納なんですけど、コーナリング時にロールして傾いて落ちる可能性ありますんで、もう床に置いときます。バックした時にリアが見えるように、この後ろのカーテンだけ開けときます。車中泊5日目の朝ということで、いろんなものが減ってきました。まずはこのカセットガスですね。料理ではそんなに減らないんですけど、この風弾がめちゃくちゃ消費します。もう3本なくなりました。あ、4本ですね。だから1日1本はなくなっています。これね、かなりあったかくて、もう自分はこれあったら FF ヒーターいらないかなと思って、FF ヒーターのない車両をメンテナンスでも考えて選んだんですけど、
このカセットガスの処分が結構めんどくさいのが今回の旅で痛感しました。意外と処分できるとこ少ないんで、もう車内に積んでいってキャンプ場など行った時にまとめてする感じになります。その点 AF ヒーターならこの下とかに設置できますんで、もう場所は取りません。しかもこのカセットガスの缶の処理もいりません。今となっては AF ヒーターありの車両を探せばよかったなと少し後悔してます。1泊2日なら全然苦じゃないんですけど、この長期旅になるとこういったカセットガスヒーターのデメリットもあるんですね。やっぱり実際に使ってみないと分かんないことが多いです。で、冷蔵庫の食材も結構減ってきたんですけど、食材はできるだけその現地の食材買って、それで車中飯を作りたいと思います。これから先も雪深い豪雪地ばかりです。雪対策と寒さ対策をしっかりして進んでいきます。はい、スカイ温泉さんありがとうございました。今から向かうとこなんですけど、南下していって秋田県の方に行きます。で、秋田県にマタギの町があるそうです。そちら行ってみます。あ、ガソリンスタンドありましたんで、まずは給油します。この旅4回目の給油ですね。走行距離は890キロです。レギュラー満タン1リッターあたり174円ですね。ここから山道に入ります。昨日 YouTube 見ていたら、ちょうど秋田県で民家にクマが入ったようです。冬眠してないクマも結構いてるみたいですね。 YouTuber 的にはクマとひょっこり会った方が面白いと思うんですが、もう個人的には絶対に会いたくないです。普通に命危ないですしね。今から向かってる場所なんですけど、秋田県の中でも秘境と呼ばれてる場所らしいです。一旦道の駅があるみたいなんで、そちらに寄ります。はい、かなりローカルなスーパーありましたんで、ちょっと今日の晩ご飯買います。はい、ここは駅ですね。兄前田温泉駅。そのすぐ目の前にすごいローカルの雰囲気のいいスーパーあります。ちょっと買ってきます。やっぱり軽自動車ならどこでも止められるので、こういったローカルスーパーにも気軽に寄れるのは旅の醍醐味ですね。今現在の時刻が3時半なんですけど、もうすでにちょっと暗くなってきました。やっぱ山あいの街なんで日が暮れるのが早そうです。ところどころ路面が凍結してきたんで4スイッチ入れておきます。しかし霧も深くなってきて人が全然いないんで、クマが生息しやすそうな雰囲気です。かなり山深い場所にあります。ここも積雪の量がすごいですね。あ、クマに注意。あ、これいいな、マタギ。この T シャツいいですね。あ、熊肉も売ってますね。 300g3000 円。これいいですね。マタギの里寒淡歩、電車で行けるみたいなんでこれ買っときます。いやー、面白い道の駅でした。なんか近くにですね、マタギの湯という秘境の宿があるみたいです。ちょっと行ってきます。到着しました。ポツンと山の中に温泉がありました。ウッド温泉と読むそうです。マタギの湯。隣にマタギ資料館というのがあります。ウッド温泉から入れるようです。入ってきます。なんとですね、資料館がまだ入れるようなんで行ってきます。ここですね。はい、見てきました。中は映せないんですけど、当時使っていた鉄砲なども展示されていました。マタギの住居もあり、実際この山奥でああいった小屋の中に住んで雲を収容されていたんだと思うと、当時の生活が実際に肌で感じられました。はい、じゃあお風呂入ってきます。いいお湯でした。ちょっとお土産見ます。あ、熊について書いてますね。熊と会ってしまったらゆっくり後ずさり、万一攻撃に受けそうになったら
避難もしくは防御姿勢。外は真っ暗です。ちょっと緊張感走りますね。早めに車入ります。いただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。たまにはこういった簡単な写真飯もいいですよね。特に地元のスーパーの惣菜はすごい楽しいです。で、レンジで作った鍋は全然匂いもしなくて熱々を美味しくいただけました。もっと匂いするんかなと思ったんですけど意外でした。コンビニにもレンジで温める鍋が多いので旅先では重宝するかもしれません。で、食べ終わったこういったお惣菜のパックですね。こういうの結構匂いしますんで再度ラップで匂い閉じ込めました。で、これで捨てます。寝る前全部のゴミが出た状態でこの防臭袋ですね、こちらに全て入れて匂いを閉じ込めます。今日の朝は青森県の酸ヶ湯、そして今は秋田のマタギの里、東北。面白いです。なんで今まで来なかったんだろうと思います。今住んでいる北陸だからまだ来れるんですけど、前に住んでた関西からだとかなりの距離になります。車中泊の趣味に限って言えることなんですが、日本の真ん中ぐらいに住むと一番車中泊旅が楽しめそうです。
どこでも行ける距離になるし、めちゃくちゃ遠いっていう場所がなくなります。今回の旅が終わってからまた東北は一つ一つの県ゆっくり回ってみたいですね。明日はもうちょっと秋田県の道の駅など回って南の方に進み山形に入ります。なんかですね、酸ヶ湯温泉といい勝負の豪雪地帯があるそうです。そこで車中するのもいいですね。マイクロバカンチェスの行く道走破性がかなりいいので、油断は禁物ですがどこでも行けそうな気にさせてくれます。マイクロバカンチェス4区もそうなんですが、リアルに仮装されているので重り効果もありぐんぐん前に進んでくれる感じがします。なんか雪国の人はトランクにお米積んだらいいってよく言いますもんね。それと同じような効果があると思います。明日はですね、北海道からスタートしたこの納車車中生活5日経ちますので、一旦燃費も計測してみます。おはようございます。現在車内は 2.4 度ですね。ダウンジャケットの中にくるんでいたノーマルのカセットガスボンベつくでしょうか。つきましたね。意外といけますね。外気温がマイナス1度くらいでしたら、こういった断熱性や保温性のあるジャケットの中にくるむっていうのもありですね。一番いいのはこういったシュラフの中に入れるのがいいんですけど、今回二重にしていたりスマホを入れていてスペースがない場合はこういったダウンジャケットも有効というのが分かりました。あったかい。それでは今日はもうすぐに出発します。それでは休憩します。燃費なんですけど5回ぐらい給油して合計88リッター入りました。で、最後給油した時の走行距離が1049キロ、1リッターあたり 11.92 キロ走りました。やっぱり軽なので燃費いいですね。高速道路と一般道は半々ぐらいです。 4WD は7割ぐらいです。で、走行中結構曇るんで、この AC スイッチですね、こちらを押してました。なのでコンプレッサーは回ってる状態で燃費は悪くなる条件でした。そして北海道では朝フロントウィンドウが凍ったり結露で見えなかったので、暖気運転かなり長時間していました。そうしないと出発できない状況でした。なので実際はもっといいと思います。後半は暖気運転少なめでいけると思います。本当の燃費分かると思います。トイレを介したりお土産買ったりします。それではですね、納車後車中生活5日経ったので、ここでマイクロバカンチェスでこの5日間で感じたことをお伝えします。もう走りに関しては言うことないです。もう100点満点です。で、車内で意外と気づかなかったことありましたので、そちらをお伝えします。まずはデメリットから。ここの隙間なんですけど、延長マット入るんですけど、この通常の運転モードだったらね、これ入らないんで、少し前にしないといけません。これがちょっとデメリットでした。1個ね、前にします。そうするとこのままマットをつけれるんですよね。なんでこのマット展開がいらなくなります。でも自分のポジションはこの1個前だったらちょっと運転しにくいんですよね。なんでちょっと後ろにします。これが少し惜しかったです。なので女性とかならもうこれマット展開ずっと下までいけると思います。次はこのテーブルが走行中くるくるします。これなんですけどよく動きます。ガンガンって当たったりします。カーブとかで。で、この下なんですけど、ここはロックするともう動かなくなります。で、これを解除してこう回していけるんですけど、この下もね
閉まるとこあるんですけど、これが閉めてもこれはくるくる回っちゃいます。なのでこれ仕様なのか、もうこれ中古やから故障してるのかちょっと分かんないんですけど、とにかくこれが回って走行中はデメリットでした。なので自分とりあえず養生テープでこんな感じでつけて動かなくしてました。で次はこれ分かってたんですけど、やっぱりパワーウィンドウですね。毎回キーオンにして開け閉めしなくてはいけないので少し手間でした。特にカセットガスヒーター使う時に換気するんですけど、毎回キーに手伸ばしてで開けてで閉めてっていうのを繰り返さないといけません。この辺は実際に本当に使わないと分かんないことですね。で次はこの冷蔵庫ですね。やっぱりすごい取りにくかったです。こう開けてからこの辺は見えるんですけど、こう奥の方を見るときにここがですねちょっと頭ぶつかっちゃう感じですね。で手探りで取るんですけど、もう結構深いんで分からなかったです。で次は冷気ですね。この下からの冷気がすごかったです。ここがねすごい冷たいですね。この下もすごい冷たくて、この辺もすごい冷たかったです。ここのソファーの上やこの床の上は全然冷たくなかったんで、ここは何か冷気を遮断する断熱が必要ですね。次はゴミですね。やはりゴミ困りました。置くスペースがもうほとんどありません。ここの間にスペースがちょっとあって、ゴミ袋1個ぐらいはこの中入るんですけど、連泊になると置く場所に困りました。で本来夏場でしたらこの助手席の足元ですね、もう全然空いてるのでそこに溜めていけると思います。でも冬場はこの雪の道具とか雪かきとか車のチェーンや除雪道具たくさんありますんでスペースがありません。これは何か対策を考えないとダメですね。さあ次は良かったところメリットなんですけど、まずはこのテーブルですね。これめちゃくちゃ使いやすかったです。この運転中はここに置いといたらこの収納がこういった2段になります。すごい便利でした。で車中泊の時はこんな感じでもうすぐワンタッチですかね、そのワンアクションでこっち側の入り口の方のテーブルになります。ここって本来入り口なんでもう絶対デッドスペースになるはずなんですけど、ここがテーブル調理台に変わります。狭い軽自動車ではスペースの有効活用で重宝します。出る時なんですけど、さっきみたいな感じでこんな感じで戻すか、もしくはですね、あとはこっち側もいけるんですね。こうですね。はい、これもいけます。これも考えたでしょ。天才ですよね。絶対車中泊好きな人です。で次に感じたのはこの膝曲げて座れるメリットですね。元から分かっていたんでこのマイクロバカンチェスを購入したんですが、もう想像以上に楽でした。ある程度の着替えもできます。でそしてこっち側ですね、ちょっと上がってる方、ここ座っても膝曲げれるんで、こっち側が楽ですけどこっち側でもいけるんで、この高さなんですけど、もっと普通高くソファーって作ると思うんですけど低く作られてます。これも本当に車中泊してる人が考えて作られたんだと思います。身長170センチの自分が頭ですね、げ骨1個分ぐらいはスペース空いています。やっぱり背筋伸ばせるかどうかって結構ストレスにかかってくるんで、ここの高さはかなり重要だと思います。次はこのカーテンですね。もう専用設計なんで隙間もほとんどありません。でこんな感じでホックで止めれるんで、こちらも隙間が少なく断熱効果も結構ありました。やっぱり車中泊地に着いてからのセッティングがめちゃくちゃ早かったです。もうカーテンでシュッシュッポチッポチッってお酒でできるんで、シェードより断然早かったです。でもやっぱり断熱性にこだわるならシェードとカーテン両方した方がいいかなと思います。以上がこの5日間で感じたことを軽くまとめさせてもらいました。で今後自分がやりたいなと思った DIY なんですけど、まずはサブバッテリーですね。ここにね鉛バッテリーが2つ 100A あるんですけど、これ結構スペースありますんで、ここにリチウムバッテリー入れたいと思います。多分ね 300A はいけるかなと思います。で次はこの助手席のフラット台ですね。ここ椅子変えるかしてなんか考えます。フラットにして収納付けにすればかなり一人使いでは使い勝手良くなると思います。でここの椅子のフラットの高さも下げればウォークスルーもしやすいと思います。で窓のパワーウィンドウなんですけど、このスイッチで上下で上がったり下がったりするんですけど、キー毎回回さないといけないので、ここのサブバッテリーから電源取ってキー回さなくてもこの辺にオンオフ電源スイッチ作って作動するようにしたいと思います。次はエントランスなんですけど、ここ靴を置いてて、ここはやっぱりちょっと寒いんで、なんか小上がりみたいな感じで板を敷いて断熱敷きたいと思います。次はデメリットで上げさせてもらったこのマットをここに置いたままその背もたれ倒せないという状態なんですけど、こちらですね、ちょっとマットを削って、あとはこのマットを置く台なんですけど、これもここ削ればこの自分のポジションで下げたまま台を置くことができると思います。そうすれば毎回車中泊の時にここのマットを拡張しなくていいんで工程減って楽だと思います。
今回結構困ったゴミ置きなんですけど、この冷蔵庫がやっぱり結構大きくてこんなに使わないので、もう半分ぐらいの冷蔵庫にして、で空いたスペースにゴミ箱下作るか、もしくはですね、こっち側もテーブル作っちゃって、この辺ぐらいまで出しちゃって、この下収納とかその下ゴミ置きとかなんか工夫したいと思います。で、換気扇もなんかこの辺作りたいですね。で、これはまだまだ先になるかもしれないんですけど、夏用に外遮熱塗料を塗ったり、12ボルトのクーラー、この辺天井とか埋め込んでみたいと思います。後半の車中生活でもまた感じたデメリットあれば改善していきたいと思います。今秋田県の一番南にある道の駅なので、もうすぐ山形県です。ここからさらに豪雪地帯に入ります。北海道で納車されてそのまま出発して、ここまでの走行距離1074キロ、富山県へ向けて出発します。